さあということで村瀬さん、はい。特に村瀬さん、その村代においては村瀬さんがきっかけでっていうところもありますけれども、黒田さん来ていただきましたよ。いやもう去年やっぱりギュンとこう一気に仲良くさせていただいて、そうですね。そうなんですよ。もうそこからだいぶ飲んだりしてますね。だいぶ飲んでるよね。そんなにですか？俺もだって去年突然歩夢がもうデビューぐらいの時から最初まだね、なんかこう万歴っぽい小さいそうですそうです。ちょっとした役で、それこそ多分フェアリーテール。フェアリーテールか。その時に俺も準レギみたいなレギュラーでやってて、歩夢君が来て、その頃肉まんみたいな顔してる。ちょうどダイエット前ぐらいダイエット前だね。丸々とした歩夢君が来て、で俺の右斜め前にいて、美味しそうだなと思って。食べれないです。食べれないです。最初の印象、村瀬さんは美味しそうなんです。肉まんに見えたからね。いや本当にこの前ね、さっきもこれ楽屋で話してたんですけど、なんかね、実家に帰ってでちっちゃい時からこう写真を見てたわけ。そうしたらちょうどさっき楽屋で高谷さんが赤ちゃんの時から顔変わってないでしょみたいな話をされて、でも僕小学校3年生ぐらいまで顔がちゃんと変わってて、小学校3年4年生以降ずっとこの顔なんですけど、でもいや早い、面白い、出来上がり早いでしょ。人間としての完成がそれだけ早かったんだけど、なんかね、何言ってるか分かんない。いやいや、ちょっと一回聞いて、一回みんな聞いて、話の終着点がちゃんと見えてくるから。なるほど。なんかね、僕結構体重の増減がすごくて、そうやっぱりこうゲッターズ飯田さんにもデブ戦っていうのがあるって言われるぐらいそのぐらい本当に年々、最近は落ち着いてきましたけど、ちっちゃい時からの体重の増減が激しくて、小学校のその5年生と4年生僕すごい痩せてるんですよ。むしろガリガリみたいな感じで、ただ6年生から中1にかけて何があったんだっていうぐらい多分30キロぐらい太ってて、でその中学校1年生の時の写真見たら、こうやってなんか昼食の学食みたいなところでパンをこう加えながらこうやって写ってる写真なんですけども、ここも肩ロースみたいな感じでチャーシューと肩ロースで肉まんみたいな、ムッチムチだみたいな、でも顔変わってないのに写ってるズボンの足だけ細いみたいな。だから僕肉まんと人間をずっと行き来してる感じの生活なんです。肉まん人間でちょうど肉まん期に初めて会って、肉まんの時に初めて肉まんからどうですか、印象とか変わって？いや、その時からちょうどまた歩夢のいくつかやる役柄の中で、いわゆる女の子とかそういう高い声を出す時のだいぶトリッキーな感じでね、だいぶ高い声を出したんで、テストの時にこの肉まんとんでもない声出すなと思って。いやいや、合ってるです、合ってるです。だけど肉まん声優です。肉まん声優。黒田さんにはじゃあ肉まんがマイク前にソソソソソって言って肉まんが喋ってるように見えてた。そう見えてた。にしてもなんかほら肉まんが吹かされた時のピューって音みたいなさ、あんな音でなんかセリフ喋り始めたからすげえ印象あって、それは印象残りますね。で俺多分その時にちょっとあとまた緊張はしてらっしゃったのね。すごい緊張してて、で僕も正直初めに会った時にあんまり声優さんの名前に詳しくなかったので、さすがになんか一緒になった人とかは分かるんですけど、入るじゃないですか。でよく行ってるスタジオでそのフェアリーテール収録してたのが、でこういうなんていうのかな、いわゆる長方形型のスタジオで入ったらちょっと長い感じの椅子があって、その奥にさらに短い椅子がありますっていう感じで、結構長い椅子の方はよく喋る人たちがねこう座られるから、大体新人の人は端っこの方の椅子に行くんですね。でこうやって入って「おはようございます、村瀬です」って入ってって奥の方にスタタタタって歩いてた時に、右の方をふっと見た瞬間に「あれここにいちゃいけない人がいる」ってちょっと本気であれこの人どういうことですか？この人ちょっと裏の社会からちょっと来られちゃった人がこれ絶対目合ったら殺されると。確かに黒田さんにお会いした時ってやっぱり今までにお会いしたことのないタイプのジャンルのみたいなになるのは確かにありますね。ただめちゃくちゃ優しいんですよ、本当に。なんていうのかな、普通にねお話しするだけでも優しいし、あと新人ってやっぱりどうしても緊張しちゃうので、とかあと立ち振る舞いとか、あといるだけでもなんかどうしようとかどうすればいいんだってなって、結局ここが肩がね上がってガチガチになっちゃうとセリフも言えなくなっちゃうから、それをほぐすために結構いろんな現場行っても大体新人の人に声をかけてくださるんですよ。俺そういうの見つけると声かけちゃう癖があるのね。だからちょうどカチカチになってる肉まんを見つけて、いやでもあれすっげえ新人からすると本当にありがたいですよ。だから俺は
お前とんでもねえ声してんなっつって声かけて、それで今まだ緊張しててあっあっあっっていう時に、お前恋愛対象は男か女かいやさすがすぎますね。ぶるっちゃうでしょこれ。俺なりの優しさなんだよ。いや確かに怖いよ。確かにいきなり言われたらだって答え間違えたらもしかしたら肉まんに穴が開いちゃうこれみたいな。怖いでしょ。だってこうなってる時にさ、おめうわー。そうなんですよね。どうしようなんかこれ答え間違えたらどっかすりられて売られるみたいな。大丈夫かなと思って。はいみたいな。そうこんな感じで一応ね多分ね女ですとは言ったんだよね、その恋愛対象。よかった。僕ねその時の記憶すらないです。もうなんかすごいただ緊張してた。なんかすごい怖い人が怖そうな人がアフレコブースにいて、なんかこうじっと見られてる、なんかやばい声かけられたら殺されるかもしれない。いやでもその絵想像すればするほど面白いですね。高橋さんが「お前恋愛対象どっちだよ」緊張してもらいさんが「女です」それは面白いですね。そんな出会いだったの。そこからずっとなぜか毎年何か1本か2本はレギュラー一緒に。そうなんか要所要所でそう会うタイミングがすごいあって。縁はじゃあずっとあってっていう。そしたら去年突然、ほら俺喫煙所行っちゃうじゃない。もうテスト終わるたんびに喫煙所行くからタバコ吸わない方と喋る機会ってあんまりない。ただなんかその喫煙所に歩夢が突然来て、肉まんから僕は紫もう痩せて、でも去年だからね。そうですそうです。でまあよくもう知ってる子なんだけど、突然喫煙所まで来て高谷さんとかって話しかけてきて、そしたらちょっとしたら高谷さんと飲みたいんですけどって突然何年もう随分知り合ってんのに突然飲みたいって言われて、それでなんでって思って俺もなんで俺と飲みたいのって思って、そしたらなんか今そういう習慣なんですって、自分が興味がある人とちょっとこう勇気を出していって、なんかちゃんとお話をしたいって決めている習慣だって。俺そういう習慣じゃないんだよ別に。だいぶ自分よがり。だいぶ自分よがり。結構僕マイペースなんで。素敵なとこでもありつつでも村瀬さんらしいですね。だけどまあなんかその目もまっすぐだし、で面白いやつだなと思って。それで俺もなんだかんだこう面倒くさくなっちゃってるのもこの年になるとどっか飲みに行くとか、そしたらじゃあうちまで来んだったらいいよとかってそしたら来て、でそっから喋ったら馬があって、それでもうすんごい合ってるよな。すごい合ってますね。そんなに。なんなら今週も会いましたね。だから他のその声優含めて他の人からしたら村瀬さんと黒田貴也さんがこのなんですかタッグでいるっていうこの絵がもうあまり想像できないところだと思うんで。そうだと思うよ。よく言われるのは親分とチンピラ。チンピラってか子分とか。これ自分で言うのもなんですけど、親分とチンピラだと僕の方じゃない。確かにそう。なんか服装的にもなんかちょっとね。俺もねチンピラどっちが欲しいかって言ったらこっちが。これ喜んでいいのかな。いやでも球の当たる範囲は多分僕負けてないですよ。受け切れる。で非常食です。非常食。いいかも。俺結構脂の乗った霜降りの肉好きだから。僕結構美味しいと思いますよ。という感じでそうそれから結構飲みに行くようになって。